どうも皆さんこんにちは、レッドです。現在アプリリアクラシックのレストア作業をしているんですけど、今回はタイヤに注目してください。もうタイヤの溝が全くなくてツルッツルの状態です。そして経年劣化でひびがたくさん入っています。こんな状態で走ったら危ないです。そしてフロントタイヤはそれなりに溝は残ってはいるんですけど、こちらもね全体的にひびが入っていて、このまま使うのは危ないです。なので今回はタイヤ交換をしていきます。そしてバイクのメンテナンスが本格的になってきたので、今回はメンテナンスマットご用意しております。おお、めっちゃかっけえじゃんこれ。ほい。いやー、これは見栄えがいいですね。テンションが上がっちゃう。ということでタイヤ交換作業レッツスタート。今回はタイヤレバーを使って手組みをしていきます。果たしてうまく組み込むことはできるんでしょうか。さあ、それでは早速タイヤ交換をしていくんですけど、まず最初に車体を持ち上げないといけません。そこで今回はこちら、アストロプロダクツのモーターサイクルジャッキを使っていきます。はいはいはい、アップ L 字アタッチメント取扱説明書、ジャッキ本体、そして 21mm のソケットが付属されていました。でこれをぐるぐる回すと、限界が来ました。今この段階で35センチ上がってます。そしてアタッチメントがこんな感じで取り付けができます。この横のダイヤルを回すと位置がね固定されます。そしてさらにこのアタッチメントをぐるぐる回すとさらに高さが上がります。45センチぐらいの高さに設定することができます。そして付属のソケットがちょうどここにはまるので、エアーツールや電動ツールを使って高速回転させることができます。それでは車体を持ち上げてみます。これでフリーの状態になりました。次はフロントタイヤを上げていきます。はい、両方かかりました。であとはぐるぐる回していけばフロントタイヤが浮きます。そして今回は必要なかったんですけど、このアタッチメントが車体に届かなかった場合、こちらオプションのハイリフトアダプターというものがあります。で通常はこの高さなんですけど、このハイリフトアダプターを使うとこんな感じでストンと入って、じゃん、通常よりも高さが稼げています。もし高さが必要な場合はこういったハイリフトアダプターというものがあります。それではタイヤを外していきます。はい、フロントホイール取れました。それではフロントタイヤを取り外していきます。緩みやすいように少し潤滑剤を吹いておきます。次にビードを落としていきます。
で次にエアバルブの位置を自分の手前に持ってきます。このバルブを手前にやった理由としては、このレバーを使って今から引き抜いていくんですけど、バルブが引っかかって切れてしまう恐れがあるので、それを防ぐために手前にやっています。では膝でビートを押さえてレバーを入れます。そしてもう一本、あとはレバーを起こしていく。そしてバルブ付近はあまり深く入れすぎるとチューブを傷めてしまう恐れがあるので、慎重にやってください。タイヤが一度外れたので、チューブを引き抜きます。はい、チューブ回収できました。で、だいたい15センチ間隔ぐらい離してもう1本差し込みます。よし、取れた。そしてタイヤを取り外したら、このリムのこの内側ですね、内側に突起物を隠すようにテープをね貼られています。一度このテープはね剥いじゃいます。ゴムカス取れました。リムの内側をきれいにしたので、リムバンドを取り付けていきます。ここにね穴があるので、エアバルブのところに合わせて設置していきます。そして今回組み込んでいくタイヤはこちら、ダンロップの歌舞伎 D404F です。進行方向があるので取り付ける時には注意してください。そしたらビートクリームを塗り込んでいきます。 OK。次にこのバルブがはまるところにタイヤの黄色いマーク K 点を合わせていきます。これですね。で、今からこのチューブのバルブをこの穴から出していくんですけど、通すのがかなり大変です。なので最初に使ったこの虫外しを利用してはめていきます。バルブが飛び出してきたので、ナットで取れないように仮止めしておきます。で、この余ったチューブをしっかり中に入れ込んでいきます。最後に指を入れて一周しながらかぶってるところがないかしっかり確認します。大丈夫です。よし。バルブが自分の手前に来るように設置しててください。で、ある程度はまって膝でしっかり押さえてレバー1本を使ってはめていきます。で、この時の注意点が、レバーを上げていいのは90度ぐらいにしてておいてください。それ以上押し込むとこのレバーの先端がチューブを挟んでしまって破けてしまう可能性があるので、上げるのは90度でちょっとずつ横にずらしていく。チューブが挟まってないかしっかり確認してください。
そしてこのバルブを仮止めしているナットなんですけど、根元までつけないようにしててください。タイヤとリムの間にチューブを噛んでしまう可能性があるので、根元まで締めるのは最後にしててください。では虫を入れていきます。 OK。 そしてエアチャックが噛めるぐらいまでナットは軽く締めておきます。よし OK。ある程度空気圧が入ったらナットを締めていきます。締めすぎには注意してください。最後に石鹸水を使ってエア漏れがないか確認します。漏れはなさそうですね。はい、完成。フロントタイヤ交換完了です。で今回のホイールは塗装がされているので、こちらのリムガードを使っていきます。これで前後のタイヤ交換完了です。そして今回のタイヤは前後ともにチューブ入りなので、作業をする時にはチューブを破かないように慎重に作業を行ってください。今回はうまくできてよかったです。それではあなたのメンテナンスが楽しくなるように、レッツバイクエンジョイ。今回交換作業に使った道具は下記の概要欄に詳細を載せますので、気になる人がいましたらぜひチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いいたします。さあ次は何をしようかな。バイバイ。